このチャンネルではローンチパッドを使ったこのパッド演奏のやり方みたいなものを簡単に共有していきたいなというふうに思っています。まず簡単に私のこのパッドの演奏のスキルみたいな話からしていくと、私自身もまだ勉強中、練習中なので、これが正解だとかこれが完全だというものではないんですが、ただ、やり始めてからもう1年ぐらいは経つのかな。1年ぐらいは経つので、その1年間やってみたものっていうのの中で、なるほど、こういう風にやれば、演奏ってできるんだなみたいな少しずつ掴んできたところがあるので、そこを簡単にまとめていきたいなというふうに思っています。まず最初にこのローンチパッドを起動した時に一番最初に出てくるこの配置っていうのは C ナチュラルマイナースケールになっていますと。で、なんでナチュラルマイナースケールになってるのかっていうのは私もよくわかりませんが、デフォルトではそうなってます。で、C ナチュラルマイナースケールって一体何だという方は、今この時点ではまだわからなくても良いです。で、そのうち気が向いたら、音楽理論も交えて、このパッドの使い方を説明するというところもやっていきたいなというふうには思っています。で、まず最初にこのパッドの演奏なんですけれども、演奏する人って、大きく分けると3種類の人がいるのかなというふうに思っていて、で、一番シンプルな簡単な演奏っていう意味で言うと、いわゆるポン出しとか呼ばれる、ここに設定した音が、単純になりますと。ここにサンプラーに入っているサンプリングされた音をそのまま再生する。こんな感じで、ここにはキックの音が入っている。ここはスネア。で、ここはクローズハイハットが鳴る。これ単純にシンプルに押せば鳴りますという話ですと。これがまず一つ。で、二つ目は、例えば、ピアノの音入れるとすると、今 C ナチュラルマイナースケールの配列になってますが、これでコードが弾けると。こんな感じでコードを弾くっていうパターンと、それから単純に単音でメロディーを弾く。こんな感じで、大きく分けると3種類いると思います。で、ここで扱いたいのは、どちらかというと、2つ目と3つ目、コードとメロディー。で、ポン出しについては、やりゃできるという話なので、あんまり、苦労するところはないかなと。なので、このコードを弾くっていうところと、メロディーを弾くっていうところを、このパッド、8×8 のパッドで、どういうふうにやっていくのかというのを、メインにやっていきたいと思います。で、まず一番最初に起動すると C ナチュラルマイナースケールになりますという話をしていたんですが、まずは多分、こういった音楽を学ぼう、演奏を始めようって言った時に、一番最初はまずドレミファソラシドからやりましょうというのが、一般的な流れかなというふうに思うので、C メジャーにしましょう。で、今は何も分からなくてもいいんですけれども、シフトボタンを押しながらコードのボタンを押すとこういった画面になります。で、これが一体何を表しているのかというと、これ右下にマニュアルが出ているんですが、上から3、4行目、この部分は、キーを表していて、で、その下、この2行っていうのが、スケールを表しています。で、上がキー、そして下がスケールなので、この2つの組み合わせで、どのスケールを使いますかっていうのが選択できます。で、一番最初に言ったように、デフォルトでは C
ナチュラルマイナースケールになっていますと。で、これ右下にこれマニュアルありますけれども、C、C シャープ、D、D シャープ、E、F、G、F シャープ、G、G シャープ、A、A シャープ、B という形で、これよく見るとピアノの鍵盤の形になっていて、ここは8鍵、そしてここは5鍵になっていると。で、今はこれ C ナチュラルマイナースケールになっているので、この光っている部分が C ナチュラルマイナースケールですよという設定です。なのでこれを弾くという C ナチュラルマイナースケールになっていると。で、分かる方は聞けばC ナチュラルマイナースケールだねっていうのは分かると思うんですけど、これをじゃあ鍵盤で弾くと、これがデフォルトの設定になっていると。で、馴染みのある、C メジャースケールにしたいときは、このスケールモードで、このスケールセレクトの左から2番目、これがメジャースケールになっていると。で、今この設定でどうなったかというと、C のメジャースケール。で、いわゆる一般的に皆さんの言うドレミファソラシド。で、ちょっと形変わりましたよね。もう一回見ますか。マイナースケール。こんな配列。で、これがメジャースケールになると、で、鍵盤で弾いてみると、C メジャースケール、このピアノでいうところの8鍵だけで、弾けるスケールになりますと。で、ここからがやっとドレミファソラシドになりましたねというところですと。で、デフォルトのこの、スケールモードというかクロマチックモードと呼ばれているこの配列なんですけど、右に行くと半音上がる。ピアノでいうところの半音。半音ずつ上がっていきます。で、6個目になると、もともとのこの C の音の上、ここが6個目と同じ音になりますと。なので、半音ずつ上がっていくと、こんな感じ。なので、言い換えるならば、ちょっと音程が分かる人向けですけれども、この C の音から1個上に行くと4度上の音になりますと。4度上。で、C メジャースケールの場合は、1、2、3、4、5、6、7、8。このルートに対して、2度、3度、4度、5度、6度、7度、8度っていう形になりますと。これが単純な C メジャースケールの、このパッド演奏における配列になりますと。これが基本中の基本です。で、次に、じゃあこれを使って、簡単な曲を弾いてみましょうと。ドレミファソラシドときたら、次はドレミの歌かなと。こんな感じになります。で、これピアノに慣れている人ほどなかなかこのパッドの演奏って難しくて、なんで難しいかというと、ピアノって非常にシンプルで、右側に行けば行くほど高い音で、左に行けば行くほど低い音っていう、この一次元の形になってるんですけど、
このパッドの演奏の場合は、ピアノと同じ部分、左側が低くて、右側が高い。これは一緒ですと。で、これに加えて、下に行けば行くほど低くて、上に行けば行くほど高い。っていう配列になっているので、必ずしも、左にあるからといって低い音とは限らないと。なので、慣れるまではちょっと難しいと思います。で、このあたりが、メジャースケールで、まず、ドレミファソラシドっていうものが自由に弾けるよねと。っていうところがまず基本になるかなというふうに思います。はい。で、このスケールっていうものが、弾けるようになりましたと。いうようになってきたら、じゃあ今度はこの上でコードを弾いていきましょうと。で、コードを弾くっていう場合には、今お話ししたように C メジャースケール、でドレミファソラシドなので、じゃあ C、1度、3度、5度。これがC。そして、じゃあ D はと。